スマホの画面最適化できてますか？今回は試行錯誤を経て行き着いた効率性重視の僕の iPhone の画面についてご紹介します。今の OS はカスタマイズ性が非常に高いからこそ、その使い方に迷いがち。ぜひ皆さんのヒントになれば嬉しいです。それでは行ってみましょう。改めましておはようございます。なごみけです。冒頭でお話しした通りで、今回は僕の iPhone のカスタマイズについていろいろと話していきたいと思います。いつもはどちらかというと物とかハードウェアみたいなところを中心に動画を作っているので、なかなかね最近こういったスマホの中身みたいなソフトの話をする機会が多くなかったんですよね。せっかくの機会なので、ぜひぜひお話できればと思います。とは言いつつ、最初は僕が使っているこの iPhone のアクセサリーだとかスペックとかもろもろお話ししていきたいと思います。僕が使っているのは最新の iPhone16 Pro になります。いつも僕は容量は最低の 128GB を選んでいます。基本的に僕は iPhone 使い続けてはいるんですが、ちょくちょく気になった端末があると Android も触っているという感じです。それこそここに今置いてあるんですけど、この Nothing っていうブランドのね Nothing Phone 2A とかも、持ってたりはしますが、現状メインで使っているのはもうこちらの iPhone です。でこの iPhone ケースを使っていません。普段はこのスタンドとこのレザーのバックカバー、そして表面には、液晶の保護のためのガラスフィルムを、つけていますね。だいたいこの3つのアイテムで、僕のスマホは構成されています。このアクセサリーに関しては結構いろんなところで紹介しているので手短にしますが、このレザーバッグはノマドから出ている製品で、まだ1年弱なんですがだいぶ年季が入ってきてますよね。毎日持ってるのでちょっとほつれてきてる感じすらありますね。これは完全にスマホにマグネットで固定して、ある種の着せ替えパネル的な、使い方になってますね。何か保護してくれるっていうのもあるんだけど、レザーの質感をこのスマホに乗せてくれるというような感じです。そしてスタンドはマジェックスタンドというのをこのさらに裏面に貼り付けています。これがこんな感じで展開して、スマホスタンドとしてかなり高さを持ってスマホを固定してくれるようになっています。横向きでももちろん固定可能です。そしたらお待たせしました。スマホの中身について触れていきたいと思います。画面録画しましょう。今ホーム画面はこんな感じになっています。まずはロック画面からですね。具体的に何をしているかというと、まず、一番上のところですね。ここにおそらくデフォルトだと日付だけなんですが、この天気を表示できるようにしています。これは純正のお天気アプリに紐づいていて、タップすると天気が出てきます。ちょっと多分今モザイクにしてるんですけど、これは別にここに飛ぶためというよりはもうシンプルに今、気温が何度なのかとか、今の気温だけじゃなくて、例えば1時間後に雨が降りますみたいな表示もしてくれるんですよね。なので、そういったところで気象状況を分かりやすくしてくれています。でこの文字盤はすぐカスタマイズいろいろできるんですが、このなんて言うんだろう、武骨なインダストリアルな印象のフォントにしています。でそれは後ろの壁紙と合わせてですね、この壁紙に関しては結構動画に映るのでいろんな方から質問をいただいてたんですけど、それをちょっとね適当に濁してたりもしたんですが、でこの壁紙何かというと、僕の好きなバンドのサカナクションのスローモーションという曲のミュージックビデオがあるんですが、その冒頭のカットを上と下2つを縦に並べて壁紙っぽくしてるという感じになります。グラフィックがすごく好きで勝手に使ってるんですが、正直勝手に使っているのであんまり動画でねネタにするのも良くないかなと思って、ちょっと適当に濁しておりました。もし気になる方はミュージックビデオ概要欄にも貼っておくので、自作してみてください。でその下はちょっとしたウィジェットを表示していて、全部で3個予定をつけていますね。で一番左は、カレンダー Google カレンダーかなと、同期させていて、リアルタイムで次の予定が表示されるようにしています。国用受け取りっていうのはちょっと荷物が届くので、それを受け取るっていう予定ですね。でその右側のこのお花みたいなこれ分かる人はもちろん分かると思うんですが、チャット GPT の、マークになります。すぐに新しい質問をするための画面に移れるんですよね。これによってさっとお出かけしている時にすぐに調べ物ができるという感じになってます。Google でもいいんですけど、こうやってパッとアクセスして何でも聞けるっていう観点だとチャット GPT の方が個人的にはもう使いやすくなってるんですよね。例えば質問している例で言うと、僕が育てている盆栽の、ちょっと茶色い葉がよく見られるんで、これは普通に新陳代謝なのか病気なのかみたいなところをいろいろ聞いて、ちょっと回答をもらったりだとか、これメニューでねこんな感じのメニューがあって、全然お酒わかんないって思った時に
フルーティーなお酒が飲みたいからこういうのがそういうのがあれば教えてというふうに聞いたりね、こうなんか外出先だと写真を検索することが多いですね。そんな感じでチャット GPT のアイコンをさっと呼び出すためのツールとして使っております。でその右の三重のリング、これに関してはですね、こんな感じで今日のアクティビティを、確認できるようにしています。僕がここ数ヶ月健康意識が高まっているというのもあって、運動量運動時間と立った時間とかを、しっかり目標が定められている中でどのくらい達成されているのかっていうのを確認できるようにしています。細かく確認していくこともあるんですが、どちらかというとこのロック画面のアイコンはこのリングによって達成状況が今何割ぐらいなのかっていうのをざっと把握するために、使っているという感じですね。そして他にもロック画面いろいろ編集できるんですが、一番下のボタンですね、この2つは、カスタマイズができるんですが、僕はもう多分デフォルトのまま、フラッシュとカメラを置いています。フラッシュってもうその場で早く焚きたいってことが多いので、もうさっと押してこうやって光らせられるようにね。このカメラに関しては実は iPhone16 以降だとこのスマホのですね右サイドのところにカメラボタンっていうのができたので、別にここにボタンをあえて配置する必要はないんですけど、これちょっとね理由があるんです。でこれについて説明するために、実はこの iPhone のこの両サイドのボタンをカスタマイズできるという話をさせてください。基本的に最新機種であればカスタマイズできるボタンは2つになります。1つは今紹介した右側のカメラボタン、そして左側のなんだっけ、コントロールボタンでしたっけ、はいの、この2つがカスタムできます。コントロールボタンがついたのは確か iPhone15、15 Pro からだったと思うので、やっぱり新しめの機種じゃないとついてないと思います。カメラボタンも16以降なので、それより前の世代の iPhone だと対応はしていません。まずはこの右側のカメラボタンをどうカスタマイズしているのかという話なんですが、そもそもカスタマイズできるのという方も多いかもしれないんですが、この右側のカメラボタン実はカスタマイズができるんですよね。この設定のカメラのところからカメラコントロールを選ぶと、このカメラを起動するアプリをここで選択することができます。カメラ系のアプリのどれかという話にはなるんですが、僕はライカラックスという、アプリを使用しています。ライカラックス、ライカルクス、はい、このライカのアプリを使っています。でなので例えば、ちょっとトップ画面に戻って右側のボタンを押すと、はい、こんな感じで、通常のカメラアプリに比べて若干ライカっぽい色味というか、ちょっとこうコントラストが強めに出てきて、あと色味もビビッドに映るかなという印象です。ここからアクセスするってことは、クイックにさっと写真を撮りたいという時なので、それでもこう気軽にちょっとした差ではあるんですが、雰囲気が出やすい写真をこうやって撮ることができるっていうのは、ここのカスタマイズ性の良さかなというふうに思っています。これもあってですね、ロック画面のここのカメラアイコンからは通常のカメラアプリを起動できるようにしているんです。というのも先ほどのライカアプリなどはQR コードとかの読み取りに対応していないんですよね。なので、そういったタイミングではこっちのボタンを使うと結構使い分けたりしています。でもう一方の、アクションボタンですね、こちらに関しては、結構僕は自由にいろいろと使っていて、状況に合わせてカスタマイズするようにしています。ただいずれにせよ割とこう動画を撮る時に使うことが多いんですよね。例えば旅行中 Vlog を撮っている時などはここのコントロールからですね、ブラックマジックカムを起動できるように設定します。そうするとこのアクションボタンを長押しすると、はい、ブラックマジックカメラに移ります。このアプリは比較的高品質なというか、後々の編集でいじりやすいような動画を、スマホでも撮影したいという時に使える、使いやすいアプリなんですが、こんな感じでワンプッシュでもう旅行先でさっと撮れるっていうのが、一番の強みかなと思っていて、旅行中の時だけこういったブラックマジックカメラに設定したりだとか、あとはボイスメモとかですかね、これをセットしてこうつけておくと、はい、ボイスメモがすぐに起動します。録音もさっとミーティングの状況を撮っておきたいだとか、あとは僕の場合動画でインタビューをする時とかにこうスマホをその人に向けて取材をするような場合に機会として多くないんですが、こうやって、すぐに録音が開始できるっていうところで気に入っています。以上がロック画面の紹介でした。ここだけでも結構工夫しているつもりなんですが、皆さんどうでしょうか。では開けてホーム画面に移りたいと思います。ホーム画面は1個僕明確にルールを設けていて、アプリを基本残さないというふうにしています。なので画面に関してもですね、この1枚目と2枚目のみです。今の iOS だとアプリを残しつつホーム画面から消すっていうことができるんですよね。例えば
ここでこのアプリを削除をした時にこの2つを選べるんですよ。ホーム画面から取り除くだけにするか、アプリをもろとも消してしまうか。この1個目を選べばホーム画面からは排除できるんですよね。こういう形でホーム画面に表示するアプリは可能な限り減らしています。またアプリのアイコンをカスタムすることが今ってできますよね。例えばショートカットを駆使して結構オリジナルのアイコンをそれぞれのアプリに設定して自分の好きなトーンに仕上げたりだとか、そこまでしなかったとしてもアプリのカラーのトーンを全部合わせたりだとか、そういったこともできますよね。ただ僕はそれをしておりません。表示しているアプリは完全にそのままオリジナルのものを使っています。これには明確な理由があって、アプリを立ち上げようとする時に頭の中にアイコンのイメージが出てくると思うんですよ。その中で色って結構重要な情報なんですよね。これも全部統一してしまう。例えば全てをモノトーンにして黒と白だけのアイコンにしてしまうと、どれがどれっていうのがかなり分かりにくくなるんですよね。アプリの入れ替えが激しいとかってなると、正直使いにくさの方が僕は上回ってしまったので、そのままオリジナルのものをアプリのアイコンは使用しております。例えば Spotify を開きたいってなった時に、もうなんとなく頭の中に緑色のアイコンが出てくるじゃないですか。緑っていう感じで画面を探していくと、もう本当に今ここの3択までバッと絞れるんですよね。そういった感じで情報処理のスピードにかなり差があるように感じるので、僕は意図的にいじっていないという選択をしております。そういった前提のもと、いろいろと紹介していきますが、まずですね、1枚目はこんな感じです。結構ウィジェットを多用していますね。上2つのウィジェットは僕が最近よくつけているスマートリングのアプリのウィジェットになります。左側は今日の睡眠、活動、ストレス、電量っていう計測できるデータの概要みたいなところをまとめて表示してくれています。これをタッチするとより詳細なデータを見ることができるんですが、例えば睡眠時間は5時間半、少ないですねとか、アクティビティもこんな感じ、ストレスの程度は中程度みたいな細かいデータはあるんですが、そこまで見なくてもスマホを開くたびになんとなくこれのデータが表示されるっていうのは健康意識を上げるためには重要だと思っています。見に行く習慣を作りたいんだったら、もう嫌顔でも目に触れる場所に置いておくっていうのは結構大事ですよね。で、右側に関してはアクティビティの部分を抜き出して表示してくれています。歩数、例えば今1万歩のうちの7000歩、カロリーで言うともう十分クリアしてますねというようなことが表示されています。これによって今日結構頑張ったんだなみたいなモチベーションにもつながるし、足りない時にはちょっと明日頑張ろうみたいな、なんだかんだスマホの一番上がやっぱり目につきやすいので、そこにさっと表示するようにしています。なのでこれはデータ表示のスポットですね。一方でこの2段目のウィジェットはどちらかというとアクションを実行するようなウィジェットです。で、左 TickTick というアプリなんですが、ここで何をしているかというと勤怠管理です。僕3月まで会社員だったんですが、その時は普通に何時に出勤して何時に帰ったっていうのを管理してもらってた側なんですよね。今会社を辞めてフリーランスになって、自分がどのくらい働いたのかあまり見えないっていうことに結構怖くなってしまって、セルフ勤怠管理をするようになりました。別にね、給料払うとかじゃないから自分自身を管理できればいいので、できるだけシンプルに管理できるものがいいなと思い、今のところたどり着いているのがこの TickTick のウィジェットです。TickTick っていうのは基本的にはタスク管理アプリなんですよね。ここに例えば、明日動画撮るみたいなね、こんな感じで、タスクを追加していって終わったら OK と。段に完了させていくというようなアプリなんですが、結構いろんな機能を持っていて、そのうちの一つが習慣化の機能になっています。正直今僕は TickTick この習慣化でしか使っていません。この習慣化は自分で作りたいようなルーティンっていうのをしっかりできたできてないっていうのを記録していって、自分のモチベーションにつなげたり習慣化を手助けしますよっていうような、サービス機能になっています。このウィジェットっていうのが結構僕はこの勤怠管理に使えるなと思っていて、今この10分の2カウントとあるんですが、これ1時間単位で僕はカウントしています。なのでまたさらにここから1時間働いたなって思ったら、今日月曜日なんでこの月曜の部分をタップすると、10分の3と、これで3時間働きましたみたいな管理にしています。これによって今日どのくらいちゃんと仕事できたかな、今週どのくらい仕事できてるかなっていうのを時間としても一応可視化していくっていうのが、僕の中では一つ自分自身を律するためのツールとして機能しています。ウィジェットをタップすると、こんな感じで、こうやってクリックもこうやってできるんですが、どちらかというとさっきのウィジェットからクリックすることが多いですね。で、ちょっと最近始めたんであれなんですが、先週とかは日曜3時間、月曜7時間、火曜7時間、ちょっと少ないっすねちょっと
足りないんじゃない？大丈夫？こんな感じで、管理をしています。1日何時間働きなさいとか、何時から何時までは会社にいなさいみたいなルールがないからこそ、それを可視化するためのツールという感じですね。で、これ別にフリーランスの人におすすめですとかではなくて、結構いろんな人にいろんな場面で使えるのかなと思っています。資格勉強をするための時間をちゃんと確保してそれを可視化したいだとかね、1週間単位で見られるのもかなり便利ですよね。そんな感じで勤怠管理ツールとしてこの TickTick の習慣化機能を使っています。そして右側、こちらは皆さんご存知の PayPay ですね。タップすると支払い画面に移ります。スリープボタン2回押しでクレジットカードのタッチ決済が使えて、普通にタップすると交通系 IC でも支払える。そして PayPay にもホーム画面からワンタップで移動できる。この3つが使えれば僕の生活だともう9割くらいの決済はできるんですよね。この3つにほんの数アクションだけでアクセスできるっていう利便性は相当高いかなと思っています。残金が表示されるのもいいですね。支払い方法に迷った時に結構額あるから PayPay から支払おうとか、そういった判断もアプリを立ち上げることなく行うことができます。で、その下に8つアプリを並べています。これは僕の中で結構基本のアプリという感じですね。設定、カメラ、時計あたりは皆さんも使うと思いますし、メール、写真、地図、あとスラック、業務用のコミュニケーションツールですね。ここら辺も間違いなく使うかなと思います。先ほどアプリはできるだけ消すと言いましたが、ここら辺のアプリって本当に開く頻度が高いので、パッと開けてすぐアクセスできるっていうのは個人的には大事です。で、写真アプリと Google フォトアプリ、この2つ別にどちらかで良くないと思われるかもしれないんですが、僕はですね、結構この写真アプリは写真編集アプリとして使っています。結構この写真アプリの編集使いやすいんですよね。こういった色味の編集はもちろんのこと、切り取りを使うとこの角度だけではなくて、ここら辺の水平垂直の編集もしやすいので、気軽な UI の割にはいろいろできることが多いというようなメリットがあります。ただ写真の管理に関してはメインは Google フォトで行っています。というのも Google フォトの方が端末間の同期という点では結構便利だと思っています。ブラウザとかで Google フォトを開くと分かると思うんですが、例えばこういった写真があった時にワンタップでバックアップができるんですよね。 iOS の写真アプリって自動で行ってくれる分、できてない時に結構ストレスを感じることが多いんです。一方で Google フォトは自分で手動でバックアップを取ったりだとか、自分で操作している感が僕にとっては結構使いやすいなと思います。スマホで長めの動画を撮ることもあるので、アップロードしたい時にクラウドにアップロードするという使い方ができるのは便利ですね。あと単純に Android 端末を使っていたり Windows の端末を使っていたりという時があったので、 Google フォトの方がいろんな端末で管理がしやすいなと思います。以上がこのトップ画面ですね。ちなみにこの、下の何て言うんでしたっけ、ここ、4つのアプリには、それぞれ Chrome、Google カレンダー、Notion、LINE を入れています。これも基本的なアプリですね。で、右のページ、ここは上かなりの面積を使って、ニュースを表示しています。使っているのは日経電子版です。僕は課金して有料プランで契約しているので、全機能多分使えるんじゃないかなと思います。なんか真面目だねとちょっと思われるかもしれないんですけど、テレビを見る機会がやっぱだんだん減ってきていて、ニュースに置いていかれる感覚がすごい強いんですよ。自分の好きなジャンルの情報はもう自分から取りに行くので、そうじゃないニュースに見出しだけでも触れておくって個人的には結構大事だなと思っていて、まさに先ほど話した嫌顔でも目につく環境にデータを置いておくってことですよね。2ページ分見出しを見られるんですよね。で、気になったニュースがあったらこんな感じで見に行けると。なのでここは面積をできるだけ広く取っているという感じです。で、その下はまたこれも高頻度で使うことの多いアプリを入れています。フィードリーっていうのはウェブメディアの情報をいろいろと拾ってこれるようなツールですね。ウェブメディアを登録しておくと、まさに SNS の更新のように一覧で表示してくれます。気が向いた時にさーっといろいろと眺めに行くという感じで、気になった記事があったら開いてはあはあっつって、英語はちょっと苦手ですが、そんな感じで使っています。で、その横はSpotify と YouTube、もう僕は結構常に何か聞いてることが多いので、この2つはかなり使いますね。メルカリは出品して何か自分がメッセージを送信したり取引をしたりっていうアクションしなきゃいけない時にホーム画面に置いておかないと対応を結構忘れるんですよ。通知の赤いねバッジもつくようにしていて、もうここに置いて何かあったらちゃんとすぐ見に行けるような状況にしています。で、
このファイナンスっていうのは僕が使ってるカード、クレジットカードとか銀行口座のアプリ系ですね。で計算機で、このイメージシンクっていうのは、僕が使っているリコーの GR3X というカメラ、コンパクトカメラがあるんですが、それからデータを読み込むために使うアプリですね。これも結構な頻度で使うので、ホーム画面に置いています。フリーの会計に関しても結構忘れることが多いので、さっとレシートとかをね写真撮ってアップロードできるようにして、年末の確定申告とかね、そういったものに備えているというような感じです。なのでホーム画面に置いているのはファイナンスを一つとして8、16、20個だけですね、アプリで。その他のアプリにどうやってアクセスするのと思うかもしれないんですが、ここはかなり OS にお任せしちゃうんですよ。ホーム画面の状態でスマホをこうやって上に開くとですね、こんな感じで Siri がアプリを提案してくれます。結構僕の使い方に合わせてアプリを提案してくれていて、あなたこの場所でこの時間で開くことが多いアプリここら辺ですよねということで提案してくれているので、例えば今僕インスタグラムとか X が上の方にあったりだとか、スイッチボット、これはスマートホームデバイスを管理するためのアプリなんですが、こう帰宅とか家を出るっていうことも多いので、そこの管理にあなた使いますよねとか、かなりね精度僕高いなと思っています。このホーム画面にないアプリを開きたいなって思った時の、だいたい8割くらいはこの Siri の提案が結構ね的を得てるんですよね。なのでアプリ開きたいな、でもホーム画面にはないことはもうすでに分かっているので、こう上に開いてはいはいそうそうインスタみたいな感じでこう見に行くっていうところですね。ただ今のが8割だとすると残りの2割には対応できないですよねっていうのもあって、事実上のホーム画面3ページ目が存在します。それがこちらです。これも iPhone が勝手にアプリを分類してくれているんですよね。正直自分で適当にダウンロードしていったアプリをいろんなページから探していくよりも、スマホ側で勝手に分類してくれて、なんとなくどこら辺にあるなっていうのを認識しておいた方が楽です。これがかなり優秀なので、巷にはホーム画面からアプリを全部消しても全てここだけに任せているという強者もいらっしゃいますよね。で実際僕もここを見ればもう 98% ぐらいの状況には対応できますね。大体の場合アプリのアイコンとか名前だけは覚えているので、そうこのクリエイティビティのここにあるこのニコンのこれだわみたいなのをさっとアクセスできるようになるんです。本当に想像以上にここはね使いやすいです。でなんとなく名前だけ覚えてるんだよなっていう時にはこのアプリライブラリーからユニファイそうこれみたいなね。で別にこの3ページ目に移らなくても、この状況先ほどのこの Siri のページからもユニファイこれで出てきますから、意外とこうして使ってみると多分使ってるスマホアプリって限りなく少ないんですよ。だからたまにしか使わないアプリのために大量のページを用意してもうくまなく創作しなきゃっていうことは防いで、もうそういうのは全部デバイスにお任せして、こういったライブラリに勝手にまとめてくれたり、もう名前で検索しちゃったりっていう風な使い方をしましょうよっていうことなんですね。もう僕はここら辺は iPhone に完全に委ねてしまっています。で実はですね、さらにもう一つ0ページ目的なものが存在するんです。それがこちら。ここにはいろんなウィジェットを並べています。主に使うのはこのトップで出てくるここら辺のウィジェットですね。左上はロック画面にも置いた Google カレンダー、そして右上は、現在の天気ですね。ロック画面だと天気、表示してくれるんですが、ホーム画面まで1回行くとちょっと面倒くさいっていうのもあって、もうさっと一番左側に移るとこうやって天気が表示されると。今こんな感じでバルセロナの天気をね、表示しておりますが、ここはウィジェット編集を押すことによって、場所は、別にいろんな好きな場所とか自分の現在地家とかの場所に登録できるので、そこら辺も使いやすいですね。でその下にはですね、スイッチボット、先ほども紹介したスマートフォームデバイスを管理するためのウィジェットを置いています。アプリを開かずにさっとこんな感じで登録しておいたデバイスのオンオフをワンボタンで切り替えられるんですよね。例えばこの上から4段目明かりというこの照明、まさにこの今後ろにあるこれなんですけど、このスマホからオンを押すと光りました。いいですね。これシーン別でも登録できます。シーンっていうのはいろんなデバイスのコンビネーションみたいな感じなんですけど、例えばこの間接照明は僕の家にある照明全てが連動してオンになるというようなシーンになっていて、これをねワンプッシュで起動することもできるようになっています。先ほど話した通り、こういったホーム画面にはもう嫌顔でも見たいような情報を表示しておきたいんですよ。日経とかこの健康維持管理とか。なのでこのスイッチボットのコントロールにあんまり面積使いたくないんですよね。というようなものはもうこの
0ページ目というかね、ここに押し込んじゃうっていうのが僕の中では一個結論になってます。はい、というわけで以上が僕のこのスマホの中身でした。意外とね僕結構考えてるんですよ。使いやすさは結構上がってきているなと思います。ちょっと忘れてた。ロック画面ちなみに使っているのは僕の好きなデザイナーの平林直美さんのクリエイティブです。もし気になる方いればお名前で検索してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。以上が僕の iPhone のアプリの配置というかね、アイコンになります。割とこう全てこだわってはいるんですが、多分皆さんにおいてそれぞれの流派とかね、あとより効率的な使い方もあると思うので、もしあればぜひコメント欄とかでいろいろと教えていただければと思います。ぜひぜひ皆さんの意見、積極的に取り入れたいなと思っていますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を載せていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。